はい、皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は10月3日に日食があるんですけれども、その日食に向かって私たちに今何が起きているのか、どんな学びの渦中にいるのかというような大まかな流れを見ていきたいと思います。星の解説とタロットをさせていただきます。お願いします。またね、いつもやっている前半後半の動画も別にありますので、そちらもよかったら参考にしてください。大きな流れを理解した上で、今ここなんだなっていうふうに分かると、より一層毎日を過ごしやすくなりますので、ぜひ参考にしていただけると嬉しいです。で、今回説明したいのがこの10月3日の天秤座で起こる金環日食なんですけれども、日食っていうのは年に2回ぐらい起こるんですね。で、そんなに気にならない方もいらっしゃるかもしれないんですけども、無意識に私たちっていうのはそういった宇宙のエネルギーをすごく感じていて、なんとなくだるいなとか眠いなとか調子が出ないなってなったりするんですが、それだけ外側の世界ではなく、内側でどんな気づきがあるかっていうような魂の成長っていうのかな、精神的な成長を促されている時と思うんですね。それが今ちょうど10月に向かってどういう感じかなっていうのを見たいと思ったんです。で、その説明の前にちょっと皆さんにね、考えていただきたいというか振り返っていただきたいことがあるんですけども、皆さんよくね、未来に何があるってなると、それは何が起こるんだろうという現象だけをすごく追い求めますよね。どんないいことがあるんだろうとか、どんな怖いことがあるんだろうとか。だけれども運勢っていうのは、それぞれが今までどのように自分を捉えて、この運を捉えて生きてきたかっていう、その過去の現象に応じて未来の現象っていうのも変わってくる。自分が作り出す現実っていうのも変わってくるので、ちょっと振り返っていただきたいんですけど、例えば2023年の10月に去年の10月にも実は金環日食あったんですね。ここで初めて天秤座で起こる日食がありました。で、この時に皆さんは何を考えていたでしょうか。どんなことを願っていたでしょうか。多分ですけど、その時も私は日食ですよって一生懸命言っていたような気がするんですね。で、それぞれが願うことやテーマっていうのは違うと思うんですけども、その去年の10月に願ったことっていうものがどうなったかなっていうのが、また今年の4月の日食でも何か大きく進歩したんじゃないかなと思うんです。で、この日食から日食までの間っていうのはすごくいろんな気づきがあるんですね。表面的なことではないです。内側で。内側が変化すればするほど外側の世界というのは簡単に変わったりするので、そういう意味で今年の4月9日にも皆既日食がありました。これはお羊座で起こる皆既日食だったんですね。ですから中には去年の10月に願ったこと、意図したこと、頑張ろうと思ったことが今年の4月にきっかけがあったよとか、現実に起きましたよとか、もしくは4月に新しく始めますみたいな、とにかく新しく始めるっていうエネルギーがすごく強かったので、そこで何か行動を起こしたよっていう方は、この4月5月6月のこの流れのウェーブに乗っていろんなことを体験できたんじゃないかなと思うんですね。で、もし何にもなかったですっていう方も全然心配しないでいいんですよ。外側の世界何もなくても、内側で自分がどのようなことに気づいたかっていうのがとっても大事なので、例えばすごくいい映画を見てものすごい感化されましたみたいな、そういうのもすごく大きな気づきですし、たまたまその時出会ったその人の言葉に感銘を受けましたとか、はっと気がつきましたということもあったりするので、何かね、去年の10月そして今年の4月っていうものを踏まえた上で、じゃあ今年の10月は何だろうっていう、今ここですよね。そこをちょっとね見ていきたいと思います。で、先にちょっと共通のね星のお話をさせていただきたいんですけども、もう8月の中旬ですが、8月のテーマっていうのは自分の個性とかね、喜びをもう一度再確認しましょうねっていうことで、私って何だろうって、私が求めてるのは何だろうみたいに思う方も多いんじゃないかと思うんですね。そして9月に入るとちょっと星の動きがですね、天体が結構逆行する天体が多かったりとか、また9月18日には月食もありますので、結構9月からね風向き変わるなみたいな感じがあります。ですので、もし今何かもがいてるとか、頑張ってるのに進んでないっていう風に感じる方がいらっしゃったら、9月に入ったら風向き変わるので、急にふっと楽になったりとか、何かまた気づきがあったりっていうのが起こりやすいかなと思います。
ただ結構この今年の4月そして今年の10月にかけてのこの日食のテーマっていうのは結構ね人間関係に影響している人が多いだろうなっていうふうに思うので、人を通して私たちって気づきが多いのでね、そういう意味で関係性の流れが変わってくるっていうのもあるかもしれません。でその時に注意していただきたいのは、自分が役割を演じすぎないっていうことかなっていうふうに思います。何かこだわっているとかこれを続けなければいけないみたいな、そういったものがいいんだと思い込んで続けると、9月って風向きが変わるよっていう時なので、もっと自由な感覚でいる方が自然といい風に流れていくだろうなというふうに思います。でも基本的にはね、人間関係の温かさを感じたりとか、自分が人に対して感じていた恐怖っていうものが取り除かれていくっていうような流れだと思います。流れはねゆっくりかもしれないんですけれど、その分穏やかになるみたいな感じかもしれないですね。そしてその次10月っていうのが本来の形に修正されていくような、覚悟が関係性を修復していくっていうふうに私は書いたんですけれども、価値観とか関係性の見直しのチャンスっていうことで、それもね別にその目の前の今のこの関係性がっていうだけではなく、自分が物事に対してどのような視点を持っているかっていうことも含めです。それが去年の10月、そして今年の4月、そして今の現実があり、この現実1年やった現実を踏まえて10月っていうのはもう一回り大きくなるか、もっと自分にフィットした現実を作っていくっていう風になっていくか、それにはどんな関わりがあるのかっていう、すごくね個人的成長が促されています、10月ね。それを踏まえた上でカードを見てみたいと思います。よろしくお願いします。はい、ではここからヤギ座さんの10月までの流れを見てみたいと思います。よろしくお願いします。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。カップ8、カップ2、女帝3、女帝3じゃなくて女帝逆リバースですね。ペンタクルスの7逆、ペンタクルスクイーン、バンド4、ラバース、いいですね。気をつけること、対策、ワールドとカップ7とオラクルは女教皇の逆ですね。なるほど。さっきね混ぜてる時にちらっと見えたのもラバーズとカップのキングでしたね。この3ヶ月のまず大きなテーマとしては、やはりちょっと家のことっていうか家のことが結構テーマになってるんですね。でこの家っていうのは本当に物理的な家とか家族っていうのもあるかもしれないんですけども、おそらく家族間の中で起こってきた、家族間の問題ってねもちろん大きいんですけども、何か自分の子供の頃だったりとか、今のことかもしれないですけど、その当たり前のようにあるこの現実、家族のこと、家のことっていうのから来る自分の安定感とか、もしくは逆に不安感とかっていうものに、向き合う時ですよっていうのが一番のテーマなんですね。なのでこれは10月までの間にもしかしたらいろいろ心がちょっと不安定になったりとか迷ったりとか、家族のことをどうしようか、例えばですけど離婚するかしないかとかもそうだし、家を変わるかとか、自分のスペースをどうやって保つかとか、自分はこれからどうやってどの場所でどのように安定した生活をしていくのかっていう、その要するに人生の基盤となるもの、心の安定だったり安全基地だったりっていうものにおいて、学びが来てるよっていうことなので、何かそのことを考えさせられたりするんじゃないかなと思うんですね。で中にはその家とか安住の地っていうものがテーマになっている時っていうのは、それと同時に仕事どうするとか社会的な活動と自分自身の普段いる場所っていうものがすごく引っ張り合ったりとかするので、なんか仕事のことも含めですけど、一番は心の中というか家の中というか、自分が結局生涯を通して求めてる場所はどこなのかなみたいなことを考えさせられるんじゃないかと思います。でカードで見た時にはすごく考えが行ったり来たりしやすいので、極端に走らないでくださいっていうのが一番のメッセージです。極端に走らないでねっていうのが一番のメッセージだそうですよ。要するに現状を変えるためにあっちの方がいいのか、いややっぱりこっちだ、いやこうだみたいな、その答えを、0か100かの答えを探し求めて、いろんな心の癒しだったりとか、何かを
手探りで持ちたいのかなっていう感じがします。でちょっと今このねカードから感じるメッセージなんですけれども、すでに今ある、安定したものや、例えば収入源だったりとか友達だったりとかっていうものは消えないんですよっていうふうに言われてます。ご自身が何かそれ以上の安心を求めて、それ以上の何かもう確固たる絶対的な安心感みたいなのを求めて、ああだこうだともしかしたら翻弄しているかもしれないけれども、今すでにある状況も素晴らしくないですかみたいな感じで言われています。で特にそれが人間関係においては、非常に豊かという言葉で言いたくないぐらい、もうちょっと細やかな感覚なんです、これは。なのでおそらくですね、ヤギ座の皆さん、この9月からね風向きが変わるよってあったりするので、8月っていうのが一番ちょっとこういろいろ深いところに潜っていく時ですから、いろいろ感じるのかなと思うんですけれども、でもちゃんとその時期も見えないところから恩恵が届いていますし、またそれは8月後半のね動画を参考にしてください。でまた9月から風向きが変わって、自分が遠くに行こうとか、何かもっと自分の精神を高めてくれる何かを取りに行こうとか、そういった感じになるんですよね。そして10月っていうのは自分の世界っていうものを、作っていくために動き出すっていうのがあって、なので非常にいい流れなわけです。単にないものねだりというか、本当は満たされてるんだけど、これがあれば私はもっと満足なのよっていう、その何かを探し求めてるのかなっていうのがあって、でそれを得るためにもう白か黒かこうしなきゃいけないんじゃないかみたいな極端な考えには走りすぎずに、まず人間関係が恵まれているので、今の自分の考えを聞いてくれる人や分かってくれる人や普段関わってる人との関係の中で豊かさをまず見出してみてくださいと。そうすることによって、私にはこれがあったっていう安心感がすでに皆さんの中にありませんかっていうふうに言われています。これですね。これはとてもいいです。これはペンタクスのクイーンというカードなんですけども、単にその安定収入があるとかやることがあるというだけじゃなくて、私が好きなのはこれなんだと、これが私なんだっていうような、何かその、自分で自分を認める要素っていうものがはっきりとしてきて、でそれによってまた人間関係すごくうまくいくんですね。ここでもカップの2も出ていたり、ラバーズも出ていたりっていうことで、非常に人を通しての豊かさがたくさん入ってきます。で人を通しての豊かさをたくさん受け取る時の注意っていうのは、自分がもらってばっかりっていうか、嬉しいとかやったっていうだけじゃなくて、自分にその価値があるから今その人と関わっているっていうふうに思ってみてください。そしてそんなに人に対して、悩まされてるっていう感じではないんですね。なのでもし人間関係において切ろうか切る前かとかね、そういったそのつながりを感じてるとしたら、そのことっていうのは実はヤギ座の皆さんに実はその人間関係の悩みっていうのは、今のヤギ座の皆さん、もしくはこれからのヤギ座の皆さんにとって何ら足手まといじゃないんですよっていう感じがするんです。それはご自身の中でそれがすっきりしたらもっといいと思うかもしれないですけども、それごときのことで言ってたら失礼ですが、その関係性の悩みで自分の人生が壊されるわけじゃないし、もっと自分にはここまでやってきた自分の強さがある、経験値があるっていうふうになったら、今の自分で築ける関係性っていうのがあるじゃないですかみたいな感じで言われているので、何かやめようかやめまいかとかもそうだし、これをなくしたらどうなるんだみたいな、その契約が切除される、人との関係も契約が切除、もしくは会社誰かとの関係性っていうのも、そこを全然気にする必要はないんですよ。それがあってもなくても自分の価値っていうのは変わらないよっていうのがまず一番ですね。だから頭の中でどうしようこうしようってすごく考えやすいんですけれども、言われているのは、すでにもう自分は今のその世界を生きてますよっていうふうに言われてます。なので思考だけいろいろ模索していろんな世界に行くなっていう感じがして、今現実的に今いる世界の中で十分幸せは得られますよっていうふうに言われています。でもちろんこれから先のことね、可能性っていうのはたくさん出てきますが、それはこの8月じゃなくてね、もう少し9月中旬とか10月になってから決めた方がいい気がしますね。その方がもっと晴れやかな気持ちで、本来の自分の能力を信じて自分の未来を思い描いていけるって感じがするので、今ちょうどこの8月だけなんとなく
くぼみに入っているような感じがしている方にとってはもう全然時が経てば爽やかな風が吹いてくるって感じがするので、極端な決断をね急いでしないようにしてください。そんな感じかな。なんせね、なんかその一つじゃないっていう風に言われてるんですよね。その安心材料は一つじゃないよって。例えばこの家があったら安心と思うかもしれないし、この仕事があれば安心と思うかもしれないし、この人間関係が安心と思うかもしれないけど、一つじゃないんだよっていう風に言われていて、すでにこの3ヶ月の中で言われているのは、自分自身というものを他の人は意外と見てくれてますよって感じがするんです。でその意外と見てくれてるその人との関係性の中で豊かさっていうのを十分に感じられる。十分に。でそこからまた生まれる新しい今のシチュエーションだからこそ体験できる新しい楽しみがありますよっていうふうに言われているので、昔のものとか過去のものとかここまでなんとかやってきたことっていうのは無理やり継続しなくてもいいのかなと思います。これはさっき最初に星のお話で言ったような、何かを固定のまま置いとかなければならないっていう考えはいらないんだなっていう感じがします。そんな感じかな。はい、ちょっとあっさりしてますがここまでにしとこうかな。最後にもう一枚だけ引いとこうやっぱりすごくいい喜びがあるよって言われてるんですね。でまたこれ一つじゃないんです。一人じゃないんです。なのでいろんな人と関わって豊かさっていうのは得られる。その人との交流の中で、自分の喜びっていうものが一番見つけられるんだなと思うので、これをなくしたらとかっていうのは全然ないですね。全然一人に限らずです。なのでいろんな人と関わってみてください。はい、ということでありがとうございました。また細かいね2週間ずつの前半後半の動画も参考にしていただけると嬉しいです。ということでありがとうございます。ぜひいい豊かさを感じてください。失礼します。